BCP 計画を30日以内に見直してください。監査部からのメール。定例の確認だった。その中で非常用発電機の調達が求められていた。見積もりを取ろうとメーカーに電話した。現在のリードタイムは128週です。俺の名前は中村。工場の調達課長だ。3月初め BCP 担当から定例の依頼が来た。発電設備のリードタイムを確認して計画書に書く。うちの工場には非常用発電機が2台ある。1台は設置から15年が経過していた。まだ動くしと心の中で言い訳した。 BCP 計画書を開いた。非常用電源の確保丸チェックが入っていた。でもリードタイムはどこにも書いていなかった。まあ調べればすぐわかるか。最初の返信は3日後に来た。標準仕様現在のリードタイムは128週。128週。俺は計算し直した。128週は約 2.5 年。届くのは2年半後だ。2社目3社目にも問い合わせた。返信はほぼ同じだった。2年から 2.5 年。なぜこんなに長いのか。俺は調べ始めた。キャタピラーの受注残が約10兆円に膨張していた。1年で約4兆円の新規注文だ。なぜか3つの需要が同時に重なっていた。第1の波はデータセンター需要。 AI 需要の急拡大で電力需要が爆増し、発電設備を奪い合っていた。第2の波は地政学リスク。ホルムズ海峡が事実上封鎖された。第3の波は老朽インフラ更新。3つの波が同時に同じ製造ラインを奪い合っていた。代替手段を探し始めた。残り17日。まず国内メーカーに当たった。納期は2年以上となっています。国内も変わらなかった。次は輸入品だ。 EU 北米メーカーへ問い合わせた。リードタイム2から3年。優先枠は長期契約顧客向けに割り当て済みです。輸入品もスポット枠が消えていた。中古市場を調べた。残り12日。同規格の中古品が1件だけあった。しかし設置から18年、法定点検記録が揃っていなかった。生産技術から即日却下された。リースはどうか。大手リース会社に電話した。2031年まで予約で埋まっています。代替 A 国内調達不可。代替 B 輸入品スポット調達不可。代替 C 中古品却下。代替 D リース2031年まで満枠。先手を打った企業が製造枠を抑えていた。都度発注に頼る企業は最高王に並ぶことになる。残り3日。最速メールが届いた。発電設備の確認完了していますか。答えは出ている。でも書けない。正しい答えを書いたら今の BCP 計画は全て崩れる。夜10時、オフィスに俺だけが残った。白紙の計画書を前にコーヒーを3杯飲んだ。気づけば朝になっていた。残り1日。俺は決めた。書けないなら書けないと書く。計画書のリードタイム欄に真実を書いた。現時点で入手不可能。標準仕様128週。高使用5年超。アクションプランを2行書いた。アクション1、主要メーカー3社に現状リードタイムを文書で確認する。アクション2、先行確保の投資可否を経営会議に諮る。提出ボタンを押した。翌日部長室に呼ばれた。本当にこんなにリードタイム長いのかと部長が聞いた。本当です。3社に確認しました。3日後、予算審議の議題に BCP 電源の先行確保が追加された。 BCP 計画書が起点に変わった瞬間だった。あの30日間で俺が学んだことが3つある。1つ目、 BCP 計画書は陳腐化する。リードタイムは都度変わる。年次で再調査が必要だ。2つ目、代替手段は事前にリストアップしておく。危機の最中に探しても選択肢は全て潰れる。平時に伏線化しておくことだ。3つ目、個人の裁量を超えた話は早く組織にあげる。産業のメモが組織を動かす起点になる。今日あなたの会社の BCP 計画書を開いてほしい。今日もリードタイムは伸び続けている。まず3社に問い合わせる。それだけでいい。あなたの会社はあと何日持つだろうか。チャンネル登録で次の危機を一緒に先読みしよう。